はい、こんにちは。今聴いていただいた曲のギターは全て今回紹介する Dynax IR メタルバンドルを使用しています。で、ギターは同じくメタルサウンドに合わせて作られたこのピックアップ、マーセリーグリスターピックアップを搭載したこのギターで演奏しています。で、今回の動画では、今聴いていただいた曲のトラックを使ってメタルサウンドに特化した Dynax IR メタルバンドルと、それからこのマーセリーグリスターピックアップのレビューをお届けします。で、動画の最後に今回紹介するメタルバンドルの重要なお知らせもありますので、忘れずにチェックしてください。Dynax IR はこのチャンネルでもね、何度か紹介しています。日本製の高品質なキャビネット IR です。僕自身ね、自分でも IR データを作りますし、海外の有名ブランドの IR も購入して使っていますが、Dynax IR の特徴はとにかくリアルなのと、音のスピード感やタイトさがとても優れている印象です。で、今回のメタルバンドルでもその特徴はバッチリ活かされていると思います。早速音の方を聞いていきましょう。はい、Ableton Live のアレンジウィンドウでこの曲を見てみましょう。この曲には、たくさんのギタートラックが入ってますが、全部Dynax IR のメタルバンドルを適用させています。一回ちょっと聞いてみましょうか。はい。じゃあこんな感じで、たくさん入ってるんですけども、このメインのリフを中心に IR をちょっと切り替えたりしてみましょうか。今ちょっとソロで出すと、これ、ステレオになってますけど、2回弾いてダブルで LR で振ってます。これちなみに IR を振ると、ラインのジャキジャキの音になっちゃいます。ちなみに振ってみますね。よっぽどのね、理由がなければ基本的に IR をオフにすることはないんですけども、要するにスピーカー閉めるとかなくなってしまいますからね。で、ここでちょっと、今、レクチの 41B っていうのを使ってますが、これちょっと IR 切り替えながらちょっと再生してみましょうか。これちょっとオケの中で変えながら聞いてみます。はい、こういうふうにですね、いわゆるキャビネットをガラッと切り替えるっていうイメージなんですよね。デジタル上なんですけども。で、こういうふうに IR を変えることで、イコライザーとかそういうのとはちょっと違う、なんでしょうね、キャラクターの変化が出るのが便利ですよね、これね。
もちろんこの後イコライザーしたり、コンプかけたりとかもちろんできるんですけども、とにかく今聞いていただいた通りね、キャラクター結構変わるんですけども、ものすごくピークが強いとか、癖が強い感じがないので、比較的変えた時の違和感は少ない。もちろんキャビが変わるんで音は変わるんですけども、変に位相がずれちゃう感じはないですよね。これが違うメーカーのものとか、頭が揃ってない IR とかを混ぜちゃうと、ちょっと難しくなっちゃうんですよね。このメタルバンドルの中で切り替える分には変に位相が狂ったりとかいう感じはないので、チョイスしやすいっていう。例えばリアンプとか使うことってあると思うんですよね。で、そういう時にも、キャラクターが違いすぎちゃうと、やっぱすごく、なんか部屋が変わっちゃったみたいな違和感があったりするので、なんか統一させておくっていうのはすごくいいんじゃないかなって個人的に思います。はい。これをね、例えばね、違う IR、あえて、クリーン用の IR とかでやってみると、ちょっとね、また違った感じになって、フェンダーのツインとか、ツインリバーブの IR です。これも、ダイナックスのクリーンバンドルっていうね、またこれの辺に出しておきますけども、こっちかな。以前ね、動画を出してますので、クリーントーンに特化した IR です。で、クリーントーンに特化した IR で、このメタルなリフをやってみると、どんな感じになっちゃうかっていうのをやってみますね。まずは、メタルバンドルのやつのレクチファイアのキャビです。はい。じゃあこれをフェンダーのツインリバーブの IR に変えてみます。もう一回、メサブギーのメタルバンドル。で、フェンダーのツインリバーブの IR。やっぱね、これだけの違いが出るんですよ。だからこういうメタル用の IR っていう、こういう意味がちゃんとあるんですよね。これと比べるとわかりますね。しかし音いいですね、これね。自分で作っといてあれなんですけども。はい。で、このね、この曲って途中でリフが展開するんですよ。ちょっと7拍子だったりとかするんですけども。今のところ、ここを例えば、ここちょっとテイスト変えたいなと思った時に、じゃあキャビ変えちゃおうと。で、IR をじゃあ変えるってことができるので、これ例えばこの部分を別のトラックにコピーして、じゃあトラック分けました。この、4分の7拍子のところのリフを別のトラックにしてみました。こんな感じですね。今 IR 同じです。はい。このね、この紫色のやつが、これから変えようとしてるやつですね。今同じなんですが、これ今このリフの中でちょっと変えてみましょうか。ちょっとこれをループさせて、この4分の7拍子のリフのところで IR を変えていきます。例えばちょっとこんな風に変えました。これエングルですね。これじゃあメインリフと IR が変わったバージョンを聞いてみます。こんな風にですね、キャラクターを変えることができるんですよね。若干腰高にしたんですけども、これイコライザーとかでもできるんですが、こうやってキャビの種類を変えることで、キャビ変えたなって感じがなる。当たり前なんですけど、これはね、なかなか面白いですよ。
一部分だけ取り抜き出して別の IR を当てはめるっていうのもなんかありですよね。で、さっきも言いましたけども、このダイナックス IR のメタルバンドル、この中で変える分には、IR 変えた。うわ、フェーズっていう感じにはあんまならないんで、こういう使い方もいけますね。しかし音がいいですね、これね、本当に。で、ちなみに今聴いてもらってるこの曲のデータは、僕のオンラインサロンでは共有してますので、興味ある方はぜひ、メンバーシップから登録してください。お待ちしてます。はい。そしたらですね、このマーセリーグリスターピックアップについて、販売している G1 ストアの販売ページによると、タイト&ラウドをテーマに設計され、完成したハイゲイン向けのハンバッカーピックアップです。で、アタック感とスピード感が向上したモデルとなっています。で、マーセリーグリスターピックアップは、日本国内でもハイエンドギターのピックアップを数多く手掛けるカリアピックアップスの代表、カリア氏によるハンドワイヤリングの製品です。とのことです。で、今聴いてもらっている曲でも全てこのギターで弾いているのですが、特にやっぱローのタイトさがすごい印象的ですよね。この辺の。あと今フロントに変えたんですけど、フロントピックアップがこう甘くなりすぎないというか潰れすぎない。今結構歪ませてるんですけど、こうちゃんとアタックについてきますよね、こうなんか。バッチリじゃないですかね。はい、聞いていただいた感じで、ダイナックス IR のメタルバンドルに関しては、その名の通り、ハイゲインでもタイトさが失われない迫力あるサウンドを提供してくれますね。そして癖が少なく、とてもドライな音質なので、EQ やコンプ、その他リバーブとかディレイとか、そういった後からのエフェクトで色付けするのも非常にしやすいなと感じました。で、マーセリーグリスターピックアップについては、メタルサウンドでのこの低音のタイトさとクリアなサウンドが非常に印象的です。で、このピックアップ特にメタルに限らず、こうすごいタイトな演奏したい方には合うんじゃないかなって個人的には思いました。で、ここで重要なお知らせです。この動画の公開以降、すでに発売中のダイナックス IR メタルバンドルに新たに12個 IR が追加されたアップデートが公開されます。で、これらの新規 IR は、ダイナックス IR を販売している G1 ストアのマイページから再度ダウンロードすることで入手可能です。すでにね、利用しているユーザーの皆さんはぜひ新しい IR をゲットしてください。そしてこれから購入する新規のユーザーの皆さんは最初から12個追加のバンドルがゲットできます。G1 ストアの販売ページおよびマイページの URL は動画の下の概要欄でご確認ください。はい。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。動画が気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、またギターサウンドで悩みを抱えている方、僕にね、直接質問をして、答えを探したい方は、僕が運営するギターサウンドラボへぜひご入会ください。YouTube のメンバーシップからすぐ入会できます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。